軽いね。いや、この中に電動自転車入ってるとは思えないくらい軽い。でこの自転車ね結構すごくって、半年ぐらい前に海外のねクラファンで売ってたんですけど、なんかねこう今ある自転車に搭載できる技術を全部入れましたみたいな感じの自転車なんですよ。っていうかね、開けます。早くちょっと見てみたい。お、なるほど。まあちょっと90度傾いてるけどね。おい。ああ、いい色だね。この自転車のね特徴を先にまとめて言うと、まずこれねカーボンフレームなんですよ。これ金属じゃないんです。オールカーボンなので超軽量で、チェーンが金属のではなくて、これもカーボンベルト。メンテナンスフリーなんですね。油さしたりする必要がない。でもちろん電動自転車で、これは多分ねシートポストがバッテリーのタイプですね。とりあえずちょっとコッツ全部開けていきますね。おお、本革のハンドル、本革っぽい。これはハンドルですね。ハンドルじゃねえ、ハンドルポスト。OK。おお。この中には箱に入ってた中身は説明書、チャージャー結構小さめですね。工具、まあね工具ね入れなくてもいいんだけどね。ペダルと、であとこれなんだろうって思ってたらスタンドらしいです。なんかペダルのところにつけるのか、まあ後でつけます。販売証明書と保証書ちゃんとついてます。あとはこのバッテリー兼シートポストを開けていきましょう。がシートポストの下で、ミニマムはここの高さで、色 C とかマークもついていて、ここが充電する時のやつかな。ちょっととりあえず挿しとこう。なんか見たことあるシートポストロックですね。今このスタンドのね取扱説明書を見てるんですが、これをこうつけて、でペダルを取り付けるだけらしいんですが、基本的にはここの幅とここの幅がちょっと今空きすぎてるっぽいので、ここをボルト緩めてちょっと溝を左右1ミリずつらしいので、まあ、いやでもちょっと開きすぎているよね。調整します。まあ、結局ね一番狭い幅にしました。多分これで大丈夫でしょう。でここを引っ張るとスタンドが出て、で長さはこれで調節してくださいということらしいです。ハンドルはこれでいいのかな。よし。お、いいんじゃない。ちょっとねスタンドの高さは調整しないとかもですが、ちょっと組み立っていってみましょう。失礼。スタンドだいぶ、いや高くないな。
あ、ちょうどいい。うん、いいですね。組み立てが完了したらこんな感じになります。ハンドル周りはすごいすっきりしていて、ベルがついてて、でここのレバーでここのハンドルの角度調整できるようになっていて、あとコントロールパネルとブレーキですね。でここに普通はギアの変速のスイッチがあるんですけど、そういうのがついてないです。前後とも油圧式のディスクブレーキ、テクトロのディスクブレーキがついております。このフレームもね全部カーボンなんで、金属みたいにのね溶接の跡とかがないんですけど、塗装もねすごい綺麗ですね。塗装本当に綺麗ですね。で本当にねフロントフォークもちゃんとカーボン。カーボンといえばこの自転車は金属のチェーンの代わりにカーボンベルトっていうのがついていて、これなんですけど、そうオイルとかがついてないのでこう触っても汚れないのと、あと2万キロから3万キロぐらいメンテナンスフリーらしいです。後輪のハブの中にこのバファンっていうブランドの内装自動変速ギアが入っております。サドルの下にテールライトついてるんですけど、これはですね電池式ですね。単4電池が2本入っていて、それで駆動するようになっています。でこれが一応バッテリー兼シートポストで、こう外すと抜くことができます。でここのボタンを押すともうここがロックされてシートポストが抜けないようになります。で付属の鍵がついてるんで、これでアンロックするとまた抜けるようになります。サドルのすぐ下にこのバッテリーのケーブルを挿す端子がありまして、ここに挿せば充電ができます。でそのすぐ下に自転車本体とバッテリーをつなぐ端子があるので、これをプチッと差し込むと準備完了です。でこのシートポストの一番上のところにボタンがあるので、これをオンにしてこの電源ボタンを長押しすると本体の電源が入ります。それでここのプラスボタンを長押しするとライトが点灯します。それでこのプラスとマイナスのボタンを同時に押すと、なんかこのシステムに入れて、で初期設定のパスワードは0000。そうするといろんな設定を変えることができて、キロ表示なのかマイル表示なのか、オートパワーオフをするのかしないのか、で液晶の明るさでギアが3段なのか5段なのかを設定できたり、パワーモードもエコモードなのかスポーツモードなのかで、いろいろねこうあるんですけど、 iPhone とかのアプリと接続していろいろねここでも設定を変えることができて、めっちゃいろいろね設定が変えられるんですよ。メッセージアップデートとかアップグレードのメッセージがあったり、メンテナンスしてくださいねっていうメッセージが多分来るのかな。ついさっき自転車を倒したんですけど、自転車が倒れましたよっていうお知らせが来たりで、 GPS の設定がいろいろできたり、なぜかここでライトつけたり消したりもできたり、それであと自転車自体のセッティングもいろいろここで変えることができます。結構いろいろできますね。で自転車を折りたたむ時はここのレバーを外すともうこのフレームが折れるので、後輪と前輪の真ん中のあたりにこれマグネットがついているので、ここをピタッと合わせてしっかり固定することができます。そしたらあとはこのハンドルのところをロックを解除して折りたたむだけと。ここもなんかねカチ
土って言いますね。なんか気のせいか。これで折りたたみがほぼ完了で、もっと小さくしたい人はね、シートポストを下まで下げればもっと高さも抑えられます。っていうかね、ほんと 14.5 キロなんでめっちゃ軽いですね。そしたらこの自転車を元に戻して、組み立てもあっという間ですね。じゃあちょっと試乗していきたいと思います。天気が良かったので自転車を車に積んで琵琶湖まで行ってきました。ギアがね変わっているのが乗っててもね全然わからないくらいスムーズに変わりますね。でも乗ってて感じたのはギアがね割とローギア寄りなのかなって思いました。時速でいうと20キロくらいが一番快適に漕げるような感じがしました。それ以上速い、例えば時速28キロとか32キロとかそれくらいのスピードだとすごいねケイデンスが高くなっちゃって漕ぐのがすごい一生懸命で大変な感じになるので、20キロくらいで走るのがちょうどいいかなと思いました。これ琵琶湖大橋の上り坂結構ね急なんですけど、これくらいの坂はね全然息切れすることもなく登れますね。ディスクブレーキのね本当によく効いてくれてて、こういう下り坂もね安心して下ります。この電動自転車はですね本当に軽いの一言につきますね。普通の電動折りたたみ自転車ってねだいたい重量が20キロ以上、折りたたみじゃなければ25キロとかあったりするんですけど、本当にね 14.5 キロっていうのはね体感するとねめちゃ軽いです。フレームもオールカーボンだし値段は少し高いんですけど、買っても損はしない自転車なんじゃないかなと思います。概要欄にリンク貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。では。